ロボットでコンポーネントをリリースする場合の重力の方向プロパティについて説明します。重力の方向は、ロボットがコンポーネントをリリースできる場所を論理的に判断するために使用する値です。例えばコンベア上、パレット上、または箱の中などにリリースします。機能を確認するため、3D ワールドで任意のロボットを選択し、コンポーネントプロパティに移動します。アクション設定を展開します。ロボットには、出力1から16にコンポーネントの端示、解放するアクションが事前定義されています。ロボットで端示、解放を行います。出力の値が True である場合、コンポーネントをつかみ、False である場合、コンポーネントをリリースします。つかむには、コンポーネントを検出する範囲と範囲の中心を定義するツールフレームを設定します。ロボットがつかむことができるコンポーネントを検出するため、範囲設定を行います。ロボットが掴んでいるコンポーネントをリリースする場合、重力の方向を使用します。重力とは、3D ワールドの-Z 軸方向に働く力です。3D ワールド左上にある不動原点で軸方向を確認することができます。重力の方向に-Z 軸方向の距離を定義します。初期状態では 25mm に設定されています。ロボットがコンポーネントを掴んでいる場合、25mm 以内にリリースできるコンポーネントが存在していることを確認し、検出されたコンポーネントに対して掴んでいるコンポーネントをリリースします。機能を確認するため、3D ワールドにレイアウトを構築します。レイアウトの構築後、プログラムタブに移動します。ロボットに設定済みのプログラムがあることを確認します。コンポーネントをピック&プレイスするためのプログラムです。シミュレーションを再生します。一方のコンベアからはパレットが流れ、もう一方のコンベアからは円柱が流れました。ロボットは円柱をピック&プレイスしましたが、パレットではなくコンベアにリリースしました。ロボットが円柱を配置するサブルーチンを確認します。P6 のポイントを選択してコンベアに接近させ、次の P4 のポイントでコンポーネントを配置する位置に移動します。出力1をフォルス値の状態で送信し、コンポーネントをリリースします。セットアウト1の上に停止ステートメントを追加します。シミュレーションをリセットし、再度再生します。停止ステートメントは、ロボットプログラムを確認する場合に役立ちます。停止ステートメントを実行することでシミュレーションを自動的に停止させます。ロボットは掴んでいるコンポーネントを重力の方向 25mm 以内にあるコンポーネントにリリースします。ジョグパネルに移動し、座標 Z に-25と追記します。円柱を選択することで、円柱とパレットおよびコンベアが衝突していることが確認できます。円柱の底面がコンベアに接触しているため、円柱をコンベアにリリースしています。シミュレーションを再生します。コンベア上で円柱とパレットが別々に移動していますが、一緒に移動する必要があります。ホームタブに移動し、円柱の接続先を確認します。PNP を使用して確認すると、円柱はコンベアに接続されており、パレットもコンベアに接続されています。一緒に移動させるため、円柱とパレットを接続します。修正をするため、ロボットを選択し、コンポーネントプロパティに戻り、シグナルアクションの出力1に移動し、重力の方向を 25mm から 1mm に変更します。シミュレーションを再生し、動作を確認します。円柱をパレットの表面に配置します。シミュレーションの再生を続け、円柱とパレットを流します。円柱を選択し、コンベアではなくパレットと接続していることを確認します。重力の方向を 1mm に設定することでパレットを検出し、円柱をパレットにリリースすることができます。重力の方向に別の値を入力します。ロボットを選択し、
シグナルアクションの出力1に戻ります。パレットの厚さを確認するため、フィーダーを選択します。プロダクトパラムスタブに移動し、高さが 10mm であることを確認します。ロボットのシグナルアクションに戻り、重力の方向を11に変更することで、パレットの代わりにコンベアを検出し、円柱をコンベアにリリースできます。シミュレーションを再生します。停止ステートメントでシミュレーションが停止するため、再度再生します。円柱を選択し、コンベアに接続されていることを確認します。パレットを検出し、円柱をリリースするためには、重力の方向を1から 10mm の範囲に設定する必要があります。シグナルアクションに戻り、重力の方向を10に変更します。シミュレーションを再生します。円柱はパレットにリリースされました。ワークの積み重ね等で最下層のワークに対してリリースしたい場合は、必要に応じて重力の方向を調整します。出力1を使用してワークを配置し、別の出力を使用して別のワークを配置することもできます。出力シグナルごとに異なるアクション、異なる重力の方向を設定することができます。ロボットでコンポーネントをリリースする場合の重力の方向プロパティについての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。